日はね、パタヤでコンドミニアム買いたいんですけれども、どうしたらいいですかみたいなことを聞かれることよくあるんですけれども、ちょっとその辺のところをですね、僕の体験談も交えながら紐解いていくことができたらなぁなんて思いまして、ちょっと話してみます。まず僕が今パタヤに暮らしているその理由なんですけれども、ワオさんはなんでパタヤに来られたんですかとよく聞かれるんですよね。でもね、答えとしましては、たまたまパタヤというところがここにあったからっていうのが、そんな感じかな。僕大体ね、旅行とか海外移住とかそういうのが好きなタイプではないんですよ。ただ今本当にね、時代の流れがねすごい変化してて、この変化の時代を生きていくにはどうしたらいいかなとか、例えば人生100年時代って言われますけれどもね、昔は3ステージって言ってね、子供の頃はよく勉強して、そして大人になったらよく働いて、そして老後は悠々自適にゆっくりするみたいなね。そして、60で引退して70でぽっくりいくみたいな、そんな感じだったじゃないですか。でも今ってね、マルチステージの時代って言われてて、いくつからでも誰でもどんな人生でもクリエイトしていけるっていうような、しかも平均寿命が100歳を超えてくるっていうね、60ぐらいで思春期どんなね人生していこうかなとか考えて、70ぐらいで、ちょっと成人というか本当にやりたいことねデビューして、そして青春を謳歌してね、行きたいとこ行って食べたいもの食べて、そしてやりたいことして、本当にね自分が求めてることを、好きなことを存分に楽しんで、恋もしてね、そして80になって、気力も体力も一番充実してくる時期ね、ちょっと老後のことも考えつつ、それでも元気で仕方がないみたいな。で89から90ぐらいになってきたら、元気なんやけどちょっと平均寿命100歳言われてるしなみたいな、そろそろその就活というかね、相続のこととかいろいろと考えたり、ちょっと体力もね落ちてきて、そしてゆっくりのんびりしてみようかなみたいな。そして100歳とか103歳105歳なのかな、そのあたりでピンピンコロリできたらええんちゃうのみたいな感じですよね。これがね、人生100年時代の理想的な人生戦略というか、だからそれを考えるとね、僕今年で50になるんですけれども、今49歳でね50になるんですけれども、50なんてね子供なんですよ。それで60ぐらいでようやく中学生みたいな感じかな。そして70ぐらいになってちょっと大人の世界もね楽しめるようになるみたいな。でそう考えたら、50とか60で何したらおもろいんかなって考えた時に、やっぱり少年よ大志を抱けとか、なんかそういう言葉あるじゃないですか。今ね、本当に人生って一つのことばっかりしなくてもいろんなことできるわけですし、どんどん自分で好きなようにね変えていってもいいわけなんですよ。このマルチステージの時代っていうのは、一つの人生に縛られる必要はなくて、もう次々とね、昔スポーツ選手やったけど今音楽ミュージシャンやってますねとか、昔全国に店舗展開してた人が今一人でのんびり海岸で絵描いてますねとか、長年教育に携わっておりましたが今はバーを経営しておりますとか、そんな普通に当たり前の時代じゃないですか。ライフシフトなんて言われてますけど、人生はねどんどんシフトチェンジしていく。そしてこの人生の最大の敵はマンネリ化なんでね、シフトチェンジしながら人生をどんどんおもろいものにクリエイトしていくっていうことがすごく求められる時代になってきているわけですよね。じゃあそんなおもろい人生をクリエイトしていくには、やっぱり大切なのがエクスプローラーって言ってね、いろんなところ行っていろんな話聞いていろんなものを見て、そしていろんな風を感じてね、そしていろんな自分と出会っていくっていうことなんちゃうかなって思ったんですよ。だからちょこちょこ暇を見つけてはね、月に1回ぐらいはちょっとどっかの国行ってね、そして何の目的もないんですけれども、いろいろ見てみようと、そういうことで僕はね、旅行がしたかったわけでも移住がしたかったわけでもないんですけれども、いろんな国行ったりしてたんですよね。ところがコロナがやってきた。ちょっと僕がねアメリカのラスベガスとかロス行ってる時に海外渡航が制限され始めまして、それからあれよと海外渡航がねすごく制限されるようになってしまったんですよね。で仕方がないんで、僕は北海道から沖縄までね、もう全国ぐるぐる回ってたんですけれども、仕事の出張も兼ねて行ってるもんで、やっぱ同じとこばっかり行くんですよね。そしたらなんかねちょっとマンネリ化してきて、なんかもっとおもろいことしたいなって思うようになりまして、それにはやっぱり海外行きたいなと。いやせっかくねスマホ時代に生まれてきて、スマホで世界が一つになって
世界中どこにいても誰とでもつながれて何でもできる時代なのに、いやなんかもったいないな、なんでずっとこの同じところにね、同じところばっかりこう往復してんねやろっていう、そういう違和感が膨らんできまして、とはいえ僕ワクチンも PCR も何にもしてなかったんで、調べてもねやっぱり書いてあるんですよね、ワクチン接種が必要ですとか。ところがね見つけちゃったんですよ、ワクチン未接種でも、渡航できる国っていうの。それがたまたまタイだったんですよね。タイはねもう本当に何回も来たことあったんですけれども、バンコクとプーケットオンリーだったんですよ。だからまた行ったら行ったでね、またおもろいとことかおもろいことあるん違うかなと思いまして、とりあえず飛行機取ってやってきたんですけれどもね、当時は隔離期間もありましたし、その PCR 受けて、そして、隔離ホテル予約して、ほんで指定された保険に入って、それでタイランドパスとかいうねめんどくさい申請出して、いろいろ調べてめんどくさい書類も用意して、それでも関空で足止め食らいましてね、帰りのチケットを取るようにとかいうような話になって、何も考えてなかったんで、ネットでねホーチミン行きのその航空券を取って、そして搭乗券発行してもらって、ギリギリ飛行機乗れたんですけれどもね、そんなこんなでもう本当にね行き当たりばっちりで、なんとかバンコクにねタイに来ることができたんですけれども、そっから10日間の隔離生活ですよね。部屋の中に食べ物とか入れてくれんのかななんて、なんかそんなこと思いながら隔離ホテル目指してやってきたんですけれども、ところがどっこい空港着いた瞬間いきなりもう自由なんですね。ほんでタクシーで隔離ホテルまで行ったら、これがまたね結構ホテルなんですよ。隔離ホテル言いながら誰も隔離されてないという、タイやなーなんて思いましたね。ビュッフェはあるし、近くにコンビニとかねお店もあるし、そして、タクシーもねいっぱい止まってまして、もうどこでも遊びに行けるんですよ。隔離もされないし監視もされないし自由。来た時とね、それからチェックアウトの時に PCR 検査だけありましたけれども、それもめちゃくちゃ適当なんですよね。タイの人なりには頑張ってやってはるような感じだったんですけど、もう日本のね僕らの感覚からしたら、いやこれダメでしょみたいな、そんな感じでもうのんびり適当にやってるわけですよね。でそのホテルのね、フロントのところにいつもタクシーの方がパタヤ言ってね看板持って立ってたりしたんで、行ったことはねなかったんですけれども、どんなところやなと思って調べたりすると海があってね綺麗だったりしてたんで、隔離期間終わったらパタヤ行ってみようかなと、そういうことで楽しい隔離期間をねバンコクで過ごしまして、パタヤにやってまいりました。エカマイからパタヤ行きのバスっていうのがあって、ワンコイン500円ぐらいで行けちゃうので、それでやってきたんですけれどもね、その時に泊まるところどこにしようかなってネットで見てたら、エアビーで結構安いホテルいっぱい出てたんですよね。ほんでなんかプールがあって広々としてて感じやのに、めちゃくちゃ安いところあったんですよ。何個かあったんですけれどもね。でそれ調べてたら、その時友達にね、よくタイに行く友達に、パタヤ行くんですけどどのあたり泊まったらいいですかねなんていうことを聞きますと、いや僕はジョムティエンが好きだよなんて言われまして、よう見たらその安いホテルね、コンドミニアムがジョムティエンって書いてあるんですよ。ほんでここ泊まってみよう思っていろいろ見てると、その短期間で予約するよりも1ヶ月で予約した方がすごい安かったんですよね。というのも1ヶ月5500バーツぐらいだったかな、1ヶ月2万円ぐらいだったんですよね。ならば予約してしまえということで、ラグナビーチリゾートっていうコンドミニアムを予約しまして宿泊させていただくことになったんですけれども、それで初パタヤ初コンドミニアム、いやもうね想像以上に快適で開放感あって気持ちよくて、もう大満足しちゃったんですよね。でそこのエアビーのオーナーさんとも仲良くなりまして、それから、一緒にね暮らしている方々も皆さんそのコンドミニアムのオーナーさんだったりして、片言の英語でねいろいろお話しさせていただいているうちに、もうすっかりこのパタヤライフのねこのコンドミニアム生活の魅力にもう取りつかれてしまいまして、いや僕もちょっとコンドミニアム買いたいなっていう気持ちがね、もうムクムクって湧いてきたんですね。である日夜のねライトアップされたプールにプカーンと浮かんで、そしてそのコンドミニアムをね眺めてた時にいろいろアイデアが降ってきましてね、そうやこのコンドミニアムを購入させていただいたり、それから内装デコレーションしてみたり、そんなことできたらめっちゃおもろいんちゃうかなって思いまして、もう本当にねこれ思いつきのひらめきなんですけれども、これもう僕パタヤに10軒ぐらいコンドミニアム買う羽目になってしまうんやろななんて思っちゃいまして、
実際に購入できるかどうかとかそういうことじゃなくても直感ですよね。インスピレーションが降ってきまして、そうするとこのコンドミニアムという存在ね、僕知らなかったんですけど、このパタヤのねビーチリゾートコンドミニアム、むちゃくちゃ興味を持つようになってしまいまして、もうワクワクが抑えられんようになってきてしまったんですよね。人生ワクワクが道しるべだし、ワクワクの枠外しありますし、ワクワク嘘つかない。もうね、ワクチン打ってないのにワクワクワクチン打たれてもうたんですよ。ほんで帰りたくなくなりますわね。もう帰る理由なくなってしまいまして、僕はねもうかねてからその新たなライフスタイルとか新たなワークスタイルですね、新たなビジネスモデルとかね、これからの時代の生き方、どう生きるのか、これを探求してたんで、いやこれねもうほんと世界中の全人類にとって最大のテーマだと思うんですよね。これからの時代をどう生きるのか、この答えがねこのパタヤのそのコンドミニアムにある、この確信が得られたんですよね。もう本当にね今我々人類の生き方も、それから働き方も稼ぎ方も楽しみ方も学び方も、この時代の変化とともに音を立ててガラガラとね既存の常識が崩れていっておりまして、僕たち一人一人が新たな未常識をクリエイトしていくことが求められる時代なんですよね。巷ではね働き方改革なんていう言葉がありますけれども、もう僕の感覚ではねもう改革どころか革命が必要ですよね。働き方革命、もうこの人生においてね、常に革命をね、生き方革命を起こしていくことがやっぱテーマになってくるんですよね。やっぱ僕ほんまに思うんですけれども、これ人生のねやっぱり最大の敵はマンネリ化なんですよ。マンネリ化したり退屈したりしてしまうと気が病むっていうか、気が病むって書いて病気って言いますからね、病気になってしまうわけですよね。いつも元気でね感謝感激感動感銘感じながら、いやーええな最高やなありがたいな言うてね、心も体もご機嫌に、エネルギッシュに素晴らしい人生をね生きていきたいじゃないですか。そうパタヤに来てね、海風は気持ちいいでしょ。人はみんな優しくて微笑みの国ですからね、いつも笑顔でニコニココップンカーコップンカー言うてね、ありがとうだらけ、ありがとうまみれなんですよ。飯はうまいし世界中の料理食べれるし、ショッピングも観光も何もかも全部揃ってて、毎日素晴らしいサンセットを眺めることができる。コンドミニアムはねジムもサウナもそれからプールもラウンジもセキュリティも24時間、とにかく居心地が良くて超快適。もうねほんとこちらパタヤに来て何人もそういう人に出会いましたけれども、世界中いろんなところ行ってね、世界中いろんなところでお仕事とかね活動されてて、そして結局パタヤに来てパタヤに住んでますっていう人結構多いんですよ。ワオさんパタヤってそんなにいいんですかって聞かれたら、いやそんなにいいですと。いやじゃなかったらずっと住み着かないですよね。もう気がついたらね1年以上ずっと住んでますけれども、何一つ困らない、何一つ不自由のない、そして楽しいおもろい地上の楽園ですねここは。そんなパタヤのねリゾートライフっていうか、僕はねお仕事もしているんでリゾートワークっていうか、テーマはね大都会の喧騒からリモートして大自然とリゾートするっていう、こういうテーマでね、リモートワークをリゾートワークさせていただいてるんですよね。ほんとここ最近ねリモートワークっていう言葉が聞かれるようになりましたけれども、リモートでできることはリゾートでもできますからね。もうどんなお仕事でもスマホ一本で完結させる、それができると国内だろうが国外だろうが居場所が自由になるんですよね。よくねお金の自由とか時間の自由とか言うんですけれども、それから心と体の肉体的精神的な自由ですね、そういったものを求められる方多いと思うんですけど、僕はねこれからの時代場所の自由っていうのも一つありかなと思ってるんですよね。だから本当にねいつでもその、都会の喧騒からリモートしてね、そして、大自然とリゾートするようなそんな生き方、それがねここパタヤでは、このパタヤのコンドミニアムでは実現しちゃうんですよ。本当にもうスマホ一本あればね。だからそれをやるために僕は今パタヤにいてるんですよね。どうやったらパタヤに住めますかとか、どうやったらコンドミニアム買えますかとかね、そういうご質問もいただくこと多いんですけれども、そのどうやったらっていう How to とか Know how とかそういったことよりも How hard どのようなこう気持ちでねそれを実現化させていくのかという心の在り方っていうかマインドですよね。その部分が実はめちゃくちゃ大事なんちゃうかななんて思うんですよね。てなわけで僕はパタヤに暮らすことになりまして、そしてパタヤでコンドミニアムを購入してですね、リゾートライフリゾートワークを楽しませていただいているわけなんですけれども、
いや結構ねこういった考え方に、こういったライフスタイルに共感していただける方もいらっしゃるんじゃないかななんて思いまして、